余順社の戦争が終わり、反言の歌が鳴り響くと、八神の国に囚われた魂たちは総クリンの響かせる轟音を聞く。死してもなお戦いは終わらない。失踪する神が彼らを再び勝利へと導くのだ。いつでも準備はできている。マービカの戦意はナタの未来のため永遠に燃え続ける。十分な戦意をためて元素爆発を発動すると、行く手を阻む全てを追葉山で燃やし尽くす。また元素スキルでは2種の諸下武装の形態を自在に切り替え、さまざまな地形を素早く移動し、烈焰で味方をサポートする。元素スキルを発動すると、マービカは夜根値を最大まで回復し、夜根の加護状態に入る。発動方法に応じて異なる形態の諸下武装を解放する。元素スキルを1回押しすると、諸下武装は軍用の輪として現れる。軍用の輪はフィールド上のキャラクターについて移動し、定期的に周囲の敵に炎ダメージを与える。元素スキル長押し時、諸下武装は総クリンとして現れる。この時、総クリンに乗って高速移動ができる。また予備のジェットエンジンを起動すると、短時間さまざまな地形を突き抜けたり空中を滑翔したりできる。同時に通常攻撃、銃撃、落下攻撃は元素付与により他の元素に変化しない炎ダメージに変わり、ラッシュ時にも経路上の敵に炎ダメージを与える。夜根の加護状態の時、元素スキルを1回押すと諸下武装の形態を切り替えられる。諸下武装は夜根値を消費し続け、マービカの夜根の加護状態が終了するとともに消える。天賦演歌の貢ぎ物解放後、付近にいるチーム内キャラクターが夜根バーストを発動すると、マービカの攻撃力が一定時間アップする。我々は一人で戦ったりしない。これを体現するように、エンジンはあらゆる紛争の炎を一身に集め、腐敗の祝福を手にした。彼女は各地の闘争の魂を吸収でき、元素爆発は元素エネルギーではなく繊維によりチャージされる。マービカはいくつかの方法で繊維を獲得する。戦闘中は付近にいるチーム内キャラクターが消費した夜根値がマービカの繊維に変換される。付近にいるチーム内キャラクターの通常攻撃が敵に命中した時にも、彼女は一定の繊維を獲得する。さらにマービカの繊維が一定値を超えると、全ての繊維を消費して元素爆発を発動できる。聞け、太陽の方向を。元素爆発を発動すると、マービカは総クリンに乗り空へ飛び上がり、夜根値を一定量回復する。その時、夜根の加護状態に入り、地上の敵に強力な追葉山を繰り出し、炎範囲ダメージを与える。同時に死生の炉状態に入る。死生の炉状態にある間、マービカは各行動で夜根値を消費しなくなり、中断耐性もアップする。また消費した繊維に基づき、元素爆発の追葉山と総クリーン操縦中の通常攻撃ダメージと銃撃ダメージがアップする。死生の炉は一定時間継続し、マービカが退場すると解除される。天賦気温5時解放後、マービカが元素爆発を発動すると、発動時の繊維に応じてフィールド上のキャラクターの与えるダメージがアップする。消費した繊維が多いほどその効果は大きくなるが、継続時間中ゼロになるまで少しずつ減っていく。灼熱の指導者はさらに激しい構成をもたらす。マービカがチームにいるとき、チームの夜根トランス効果のクールタイムが減少する。また連想を利用できるナタエリアでフィールド上のキャラが特定の移動状態にあると、夜根の加護状態で登場でき、夜根値を一定量獲得する。戦争の国の神としてマービカは無数の戦いを経験してきた。今もその瞳に燃える炎は輝き続けている。戦闘中、元素スキルを1回押すと、マービカは仲間に軍用の輪を付与して攻撃をサポートする。また長押しでは総クリンに乗って自ら出撃し、強敵に立ち向かう。マービカの主な攻撃手段は元素爆発だ。一定の繊維をためてマービカの元素爆発を発動すると、チームメンバーの戦闘力を高めた上で敵を焼き尽くし、強力な打撃を与えられる。
かがり木の民で生まれた他の多くの者と同じくマービカも限界に挑戦し続ける。しかしそれは他人に勝つためではない。心躍る過程と目的を成し遂げた時の達成感を味わうためなのだ。時にはマービカも普通の人のように負けることがある。熱湯の宴においてバレサに負けた時のように誰しも不可能なことはある。神とて同じだ。あるいはマービカは己を神だと思ったことはないのかもしれない。彼女にそんなつもりはないだろうが、他者から見た思考の権力をそこいらの武器と同じように見なすのは後天を軽んじた振る舞いと取られかねないのではないだろうか。